すごい車が今目の前に止まっています。その前にまずお名前は？大河と言います。大河さん、ご年齢は34歳です。34歳がこのなんだかすごい車としか私言ってませんが、これを所有してらっしゃるということですね。車、お名前なんて言うんですか？マセラティのカムシンという車です。マセラティカムシンと聞いて、あの車ね、見たことあるぞとか乗ったことあるぞっていう方がこのテレビの画面の向こうにどれぐらいいるんだろうっていうぐらい非常に珍しい車ですよね。そうです。珍しさでいうと、そもそもこの車って世の中に何台作られたんですか430台程度と言われています。？430台。それが何年から何年の間に？1974年から78年ですね。たったの4年。はい。年間100台。そうですね。で、日本にははい。そのうちどれぐらい入ってきたんでしょうか？だいたい十数台程度と聞いております。十数台が入ってきて、はい。そしてそれから今50年近く経ってるわけですね。何台ぐらい残ってるでしょうね。でもまだ十数台程度残ってると聞いております。なるほど。はい入ってきた数は少ないけれども、やっぱり特別な車だから大事に大事に持ってる方が他にもいらっしゃるっていうことですね。そうですね。ちょっとその前に、そもそもマセラティカムシンがどんな車かっていうのをはい。教えていただいてもいいですか？はい。マセラティギブリという、はい。2ドアのクーペがあったんですけありれども、ましたね。その後継の車になります。ギブリ、そのはい。後継といっても、キャラクターやデザイン、はい佇まい全く違うように見えますね。はい。うんうん。やはりですね、当時マセラティは新しい GT カーを作ろうとしていたみたいなんです。なるほど。はい。で、もともとそのギブリはジュージ・アロさんがデザインをしていたんですけれども、はいデザイナーですとかも一新をして、はい中の機構も一新をして、そういったコンセプトで作られた車になります。だからギブリっていう名前を名乗らなかったっていう部分もあるんですね。そうですね。デザイナーさんとおっしゃいましたが、はい。どなたがデザインされたんですか？マルチェロ・ガンディーニさんになります。ガンディーニさんと言われればもうその通りですよね。そうですね。このエッジの立ったパキッとしたデザインが、はい、特徴的だと思います。74年っていうことは、はい。ガンディーニさん、はい。ベルトーネ時代っていうことですね。そうですね。ベルトーネにいたガンディーニさんがこの車を作りました。はい。もうね、この辺触ったらもう手切れちゃうんじゃないかっていうぐらいすっごいエッジが効いてますよね。そうですね。フロントからもうリアまで一直線でスパーッと続いてるようなデザインですね。いわゆるウェッジシェイプとかくさび型って言われるデザイン、もそうです。うまさにそのままですよね。はい、そのまんまですね。待ってください。ガンディーニさんはランボルギーニミューラ、はい。あるいはランボルギーニカウンタックをデザインされた方だと思うんですけれど、時系列でいうとどういう流れですか？はい、ガンディーニさんがミューラをデザインしたのが確か20代後半27、8ぐらいなんじゃないかなと。マジ？でその後デザインをしておるもんですから30代前半でこのカムシンをデザインしたぐらいの時系列でしょうか。はい。なんかそう考えると勝手ながら50歳ぐらいのガンディーニさんが作品として作ったって勝手に思ってますけど、はい、まだ20代から30代の間にこれ作ってるんですよね。そうです。まだまだ油の乗り切る前にこのデザインを、はい、恐ろしいですね。さすがは天才ですね。当時、はい、このサイズの車として大きいですよね。大きいです。かなり大きいですね。はい。もっとね、勝手なイメージ、図鑑やいろんな書籍で見るカムシンってすごくコンパクト、でも迫力のある車って思ってたんですけれど、物量として結構大きいですね。そうですね。全長 4.5、全幅は 1.8 ちょっと切るぐらいな形かもしれないんですけれども、このデザインのおかげでとてもその幅広く見えますよね。見えますね。はい。やっぱりまずこの低さ、はい、そしてフロントにさらにここから低くなっているから、はい、低い、そして薄い、はい、これが多分幅を広く見せているっていうところはありますよね。そうですね。まさしくワイド&ローな本当にそうですね。デザインですね。
そしてこのアシンメトリーのルーバーですね。はい。前側は半分から右にあると。はい。そして後ろは3分の1から左側に空いているっていう、はい。一見奇妙なデザインですけれども。そうです。これはですね、ガンディーニさんが、はい。もともとこのルーバーがない状態だと、はい、ボンネットがものすごく広く見えてしまうっていうことを考慮して、何度かですね、ルーバーをアシンメトリー、シンメトリーにしたデザインもなんか文献に載ってたんですけれども、はいはい、幅広くだだっ広く見えてしまうものを緩和させるためにあえてアシンメトリーにルーバーをつけたようです。これによって、はい、この実際の幅よりも小さく見えるってことですね。はい、言ってみればちょっとこう遠近法というか、はい、フロントの幅とリアの短さで、はい、こう奥にすぼまって見えるような感じがしますね。そうですね。絞り込まれてるような形に見えますね。確かにこれがないとのっぺり見えるかなっていうのはかなりのっぺりしてますよね。あると思います。エンブレムはここ1箇所だけですか？そうですね。マセラティの伝統的なモデルはグリルにエンブレムがついてることが多いんだけれども、この頃のガンディーニさんっていうのは、はい、あえて控えめなボンネット上のエンブレムだけっていう作風が、カウンタックとかもそうだと思うんですけれど、ミグラもそうだ、はい、なんかそういうのも含めてこのカムシンっていう車を非常に謎の車たらしめてる部分もあるような気がしますね。引き立ててるような気がしますね。いやーいいな。そしてこのボディ横ですよ。真横から見るこの美しさ。僕も真横のデザインが一番気に入ってます。はいはい。どのあたり一番気に入ってますか？やはりこのフロントからリアまで一直線に続いているパキッと見えるラインがものすごく素敵ですよね。すっごいパキッとしてますよね。本当にこの鉄板を60度で折り曲げましたというわんばかりのこの切れ味ですよね。しかもそれがフェンダーアーチモールとこう溶けて混ざっていくでしょ。つながってますね。すごく綺麗ですよね。そしてこのボディカラーなんていうんですか？これは、日本語で言うと、はい、空の水色。へえ、そういう名前で入ってきてるんですね。はい、色ですね。マセラティっぽい色だなと。マセラティらしいですね。思います。めちゃくちゃ綺麗だ。ルーフ薄くないですか？めちゃめちゃ薄いですよね。今これ真横から見ると本当に人差し指1本ぐらいの薄さしかない。もう今は作れない絶対そうですね。ですね。そしてまたガラスが思いのほか広い。そうなんです。そしてね、さらに真横から見ると、はい、このフロントのフェンダーアーチ、そしてリアのフェンダーアーチ、はい、このなんていうんですか、円周の差というのが大きくありますね。そうですね。フロントは大きくえぐり取られていて、はい、リアはもう少しコンパクトな形でえぐり取られてますよね。これって何かやっぱり意図があるんでしょうね。はい、フロントはあえて薄くすることによってより伸びやかに見せていて、リアの切り取りはあえて少なく取ることで、はい、リアのどっしり感っていうのを作りたかったのかなと思います。いいな。こう見ると本当にフロントがすごく薄く低く、はい、リアはぐっと踏ん張って見えますね。そうです。それがよりこのサイドの綺麗さを目立たされているのかなと思います。もう撮影のことも忘れて僕もずっとここで見てたい。それぐらい美しいデザインですね。本当に気に入ってます。でさらにここからぐんと上に上がりますね。そうなんです。この上がり具合もとっても急でかっこいいですね。これがまたこの良さにつながっているのかなっていう気がします。そうですね。はい、すごく個性的でもありますよね。そうです。でこの前からまっすぐ迷うことなく伸びてきた線がこのリア、こっちのラインとこっちのラインとここで一点で結ばれるわけですね。そうなんです。そしてこうやって後ろに回ってくるとこのテールライトが空間に浮かんでいるかのようにガラスが周りにあってそこにポンとヘッドライトが添えられていると。そうです。すっごい特徴的ですね。本当にこの車の一番の特徴と言ってもいいかもしれないです。本当にライトが浮かんでるようだ。
そうなんです。これはでも、はい、こうやって覗き込んでみるとフロントのガラスまでも一直線に見えるじゃないですか。はい、視認性も考えられてるんでしょうかね。そう思います。これのおかげでですね、はい、車線変更ですとかバックで駐車する時なんかもものすごく楽なんです。実用面でもやっぱりプラスの部分があるわけですね。はい、サイドミラーが左側だけですね。そうです。当時のイタリア車、フェラーリのテスタロッサなんかでも見られると思うんですけれども、はい、運転席側にしかミラーがついてないんです。そうですね、はい、左ハンドルで右にミラーがないって、はい、本当に目視が頼りになると思うんだけれども、ここが空いてるってことは確かにすごく見通しも良くなるんでしょうね。めちゃめちゃいいです。そしてこのガラスの上にうっすらとここにマセラティというふうに書いてあるんですね。はい。これがまた美しいですね。そうなんです。これはオリジナルじゃないんですけれども、前のオーナーさんがこういった形で入れてたみたいです。なるほど。ちょっとすりガラスのような感じですね。はい、ただ意外と似合ってるので、このままにしてます。そうですね。はい。マフラーが4本、下から上に向かって突き出てますね。はい。この径といい、この長さといい、たまりませんね。音も結構迫力があります。迫力ありますか。はい。そもそもこれってエンジンはどんなエンジンを乗せてるんでしたっけ？これは 4.9 リッターの V8 エンジンになります。はい、4.9 の V8 ですか。はい。馬力は320馬力です。320馬力。はい、駐車場にこうやって入れる時も結構存在感のある音してましたよね。そうですね。朝方とかですと近所迷惑になりそうな、そんな勇ましい音がします。音量で言うとそうかもしれないですね。はい、めちゃくちゃ乗ってみたい。そして歴史的には、はい、マセラティとシトロエンの関係も切っても切り離せませんよね。これそうなんです。この辺ってどういう流れからそうなったんですか？当時マセラティが財政危機に陥っていたようなところをシトロエンが救済措置として入ったような、そんな関係性から始まっていると聞いてます。なるほど。ってことはシトロエンはマセラティに何かを提供したってことですか？そうです。シトロエンはハイドロのシステムが有名じゃないですか。はい、あの油圧のシステムをマセラティに供給していました。これにもじゃあシトロエンの油圧システムが組み込まれていると。そうです。どのあたりに組み込まれているんですか？はい。ブレーキとですね、ステアリング、あとヘッドライトのところに油圧が使われてます。ヘッドライトのこの開け閉めですね。開け閉めにも油圧が使われている。そうです。そしてブレーキもステアリングも。そうです。ステアリング、油圧、はい。パワステ？パワステです。パワステなんですか？そうなんです。この時代で。はい。フィーリングってどうですか？結構クイックなフィーリングです。油圧感っていうのもあるんですか？油圧感っていうのはでもそうですね、はい、あれは油圧独特なありますか？形な気がします。であともう一つですね、はい、シートの高さ調整にも油圧が使われてまして、はい、そんなところに油圧を使うんでいいのにって思うんですけれども、今そのシステムは壊れてまして、はいはい、もう私の高さからは移動できないっていうそんな形になっちゃってます。逆に合わせた後に壊れてくれてよかったです、ね。そうですね治るものなのかしら。治るとは聞いておるんですけれども、はい、結構複雑なシステムみたいです。まあそうでしょうね、はい、もしかしてそういった複雑なシステムであるっていうことも手伝って車自体は素晴らしいけれども世の中はちょっと受け入れることに抵抗のようなものがあったんですかね。そうですね。シトロエンのハイドロというと、はい、やはり壊れるですとか、そういったイメージが先行して、はい、好みが分かれますよね。なるほどですね、はい、乗った感じどんな感じなのか、もうそもそも存在が謎に満ちていたカムシンですけれども、はい、乗ってもいいですか？どうぞぜひ。ですか？はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。このドア開く時のノブのスチャッっていう音もそうだし、閉まる時のジャンって閉まる感じ、このドアの音そのものも響く感じもすっごいいいですね。ザ・クラシックカーですよね。ザ・クラシックですね。
そして座った感覚も低い。かなり低いと思います。で見た目は柔らかいなと思うシート、確かに柔らかさはあるんですけれど、意外と底付きもしますね。そうなんですよね。ちょっと硬いものがお尻に当たる感じもあるっていう感じ。じゃあシートベルトをまずつけますね。この音もまたなんか一つ一つやっぱり深いですよね。物体が動いてますよね、この時代ってね。懐かしいよ。懐かしい音しますね。ということで乗り込んだんですが、まずステアリングがすごく上を向いてますね。そうなんです。そして私の体に対してほぼ体の半分から左側にアクセルペダル、ブレーキペダル、クラッチペダルが並んでるっていう感じですね。はい。だからポジションとしては非常に慣れない、ちょっと奇妙なポジションですよね。そうです。珍しいことに、この時代のイタリア車ってフェラーリとかもそうですけれど、真ん中に寄ってることが多いじゃないですか。そうですよね。でもこの車は真ん中に寄っておらずに、割と奇妙なんですけれども、ポジションとしては現代的なポジションに近いような気がします。このトンネルの分厚さっていうのもあるんでしょうね。あると思います。結構ね、私の今こっち側、右側の足元、足の小指が簡単に触れてしまうところまでセンタートンネルがぐーっと広がっていますね。それゆえペダルが結構左側にあるっていうのもありますね。そうです。キーホルダーがシトロエンじゃないですか。はい、シトロエンとマセラティ。あ、本当だ、マセラティのキーホルダーをお友達からいただいたのでつけてます。歴史をちゃんとこういったところで表現しているという感じですね。ダッシュボードのデザイン見ていると、なんだろう、スーパーカーでもないんだけれどもラグジュアリーカーでもない、なんかちょっとこう昔のプロペラ機に乗ってるかのようなケーキの広がり方をしてますよね。確かに戦闘機っぽいようなデザインをしてますね。割とこの前のモデルですと、ウッドが張り巡らせたりですとか、もう少しそのラグジュアリーな内装、凝ってるなっていうデザインがマセラティ多かったと思うんですけれど、この車一切ウッドが使われてなくてですね。そうですよね。そこもまた過去のマセラティとちょっと違ったテイストがある車だと思います。違いますね。はい。もう一つ可愛らしい、興味深いのはこの天井の天張りのデザインですよね。これ。はい。これマセラティのグランスポーツもこのリブのデザインが継承されてたんですけれども、伝統的なマセラティの内張りのデザインですね。こう少しずつこう穴がポツポツと開いてるんだけれども、その穴にも規則性がないというか、4つの穴がセットなんだけど、それぞれがこうバラバラにフォークでこう刺したかのようにこう並んでますね。ちょっと変わってますよね。変わってますね。こういう細かいところって本当に素敵だよな。ということで、まずエンジンをかけるというところから始めさせていただきたいと思うんですが、シフトノブ、1足が左手前ですね。そうです。じゃあまずはクラッチを踏んでキーをひねります。アクセルはちょっと踏みますか？ちょっと踏みながらがかかりやすいと思います。でクラッチもこれ油圧なので、エンジンがかかるとものすごく途端に軽くなります。クラッチが。本当だ。さっき硬かったですよね。ぐっと踏みました。そしてクラッチペダルの意外とこの白の小ささ、意外とすぐ底付きするんだなっていう感じです。そうです。でエンジンかかってクラッチをもう一回押すと軽くなってる。ブレーキはもっと独特です。ストロークが全然ないですよね。ない。これが走らせた感じどうなるのかっていうのはすごく興味深いですね。じゃあ一足に入れます。何が問題って微妙にここ上りなんですよね。上りからスタートするというちょっとプレッシャー感じてますが頑張ります。そしてこれが、サイドブレーキを下ろしまして、じゃあ進んでみようと思います。まずはアクセルペダルを踏んで、本当だ。まずブレーキがすごいもうストロークゼロな状態だからガクンとなるし、アクセル踏んで
クラッチ離すこの感覚もちょっと難しいですね。ストロークが短いので慣れるまでは繊細だ。そしてちょっと時間がかかるかもしれないです。はい、でも走り出せました。はい。あ、力がありますね。トルクフルですよね。すごいぐいぐい走っていく。まずは遠慮気味にまず2速に入れていきます。このシフトストロークのぐにゃっとした感じもなんか特徴的でいいですね。なんか古いイタリア車な感じがしますよね。この上を向いたステアリングといい、寝そべったポジションといい、ぐにゃぐにゃとしたシフトフィールといい、イタリアンですね。実にイタリアンだと思いますね。でもね、すごく乗りやすい。そうですよね。ペダルの感じからしてちょっとピーキーな感じかなと思ってたけれども、おっしゃる通りトルクがすごくあるからもりもりと走っていきますね。そうなんです。でも意外に速度は出てないんですよね。確かに。そして意外にまだ3000回転4000回転だし、今も速度で言うとどうだろう、60キロ出てたかなぐらいですよね。しかもこの車ハッピーメーターなんで、はい、100キロぐらい走ってても実際マイナスは80キロぐらいだったりとか。なるほど。ちょっとハッピーな感じになってます。そうですね、はい、そしてそれをハッピーメーターっていうんですね。はい、そして今ね、こうやって運転していて緊張がだんだん解けてきて気づいた。右にはミラーがなくって左側にはあるというふうに先ほどタイガさんおっしゃっていましたが、その左側のミラーもまず小さい、そしてすごく上を向いている。つまりほぼほぼ見えませんね。飾りなんです。飾りですね、これね、はい、だからさっき左から右に合流するシーンがありましたが、思わず右後ろを目視で確認しました。目視で確認した時にこの目に入ってくるのが先ほど触れたこのリアガラス、そしてそのさらに下テールライトとテールライトをつないでいる部分のガラス、これが本当に後ろを見えやすくしているっていうことが実感としても分かりました。こういった車に乗る上でこの後方視界ってすごく安心につなげてくれますよね。そうなんです。それも運転のしやすさにつながっていると思いますね。今とっても安心で後ろ見えやすいですね、これ。だからつまりトヨタのプリウスのこととかも思い出すんですけれども、はいはい、もしかするとここからインスピレーションを受けてるんじゃないかって思うほど同じ視認性ですよね。そうなんですね。おお、やっぱりカックンってなりますね、ブレーキ最初。いつもの感覚で踏んじゃうと。そうなんです。果たして今日慣れるようになるんでしょうか。じゃあ走り出します。はい、もりもりと走っております。今3000回転、はい、3000回転ですけど結構エンジンがうめいてますね。勇ましい V8 の音がしますよね。かなり勇ましいですね。そしてパワーがある。低回転では低い音なんですけれども、回していくと粒の揃ったような、本当だ、綺麗な音がします。綺麗な音しますね、はい、もう少し回してみたい衝動にも駆られますね。クイックなステアリングももう少しすると慣れてくると思います。慣れてきますか。そう、最初はすごく全部が動き踏んだ感じ、全部がすぐに反応してくる感じがあって、言ってみればまあこれをピーキーって言うんでしょうけれど、はい、こんな感じなんだ。昔の車っていろんなものを動かすのに力がいったと思うんですけれども、はい、この車ってブレーキもそうステアリングもそう、全てが軽いので、慣れると本当に運転しやすいんです。特に長距離の運転の時なんかはそれがものすごく効いてきます。どれぐらい長距離乗られるんですか、この車で。ですね、だいたい400キロ500キロぐらい、はい、はい、乗ったりしますね。はい、きつくない。すごく楽です。今の車よりも下手したら楽かもしれないです。長距離を快適に走れるようにも作られているってことですね。やはりそこがコンセプトだったと思うので、マセラティ、はい、まさしく GT カーだなっていう気がします。確かにステアリングも決して軽くはないんだけれども操作しやすいですね。そうですよね。慣れると本当に
着慣れたスーツのようにはい、体に合ってくる気がしますね。素敵な表現。うわー、確かに音勇ましいですよね。中で聞いててこの音ですから、外だともっと高音がしてます。うわー、こんなんなんだ。せいぜい今3000回転から4000回転の間ですけれども、はい、すっごくいい音してますよね。そうなんですよ。下の方は結構低い音するなと思ってたんですけれども、3000超えたあたりから中音から高音に移行していくというか、そしてまたこの和音、はい、音の重なりがまたこう脳にすっごく酔わせてくれるというか。そうですね、そんな音ですね。だんだん粒が揃っていくような、はい、そんな印象だと思います。もうこの音色の感じとかもまさにマセラティなんだ、もうここから始まってるんだな。そしてこの踏みしろほぼゼロ、このブレーキにもちょっとずつ慣れてきて滑らかに止まれ始めている感じがある。この車に体が馴染んでいくというか、なんなら車に体を馴染ませていくっていうこの感じってこの時代ならではでとっても楽しい行為ですよね。そうですね、今の車にはない楽しさがあると思います。今はもちろん万人が簡単に乗れるように作られているし、人間を中心に俺に馴染めと言わんばかりに車が馴染んでくれる感じあるけれども、はい、ちょっとねごわっとしたジャケットを頑張って馴染むまで着ていくみたいな感覚があって、馴染んできてからのこのピタッとした感覚って、あ、俺乗れてるみたいな。そうですね、変え難い経験になる気がしますね。でも本当にこの車特徴的なのが、はい、この時代のクラシックカーって結構本当に運転しづらかったり、はいはい、やはりその難しいっていうイメージが先行すると思うんですけれども、はい、ちょっと運転しただけでなんか現代の車と変わらないぐらい快適じゃないですか。そうですね、はい、私なんて本当に生まれて初めてマセラティカムシに乗りますが、もうこのねたったの10分足らずで意外にも普通に運転できている、これ事実としてありますよね。とっても運転しやすいですよね。しやすい。でも今またカックンってブレーキになっちゃいましたねこのやはり運転のしやすさ、移動のしやすさっていうのを突き詰めて、マセラティは GT カーを作ってたみたいなんですね。そうですか、はい、この運転のしやすい中にも官能性があって、もちろんこれはデザインもそうだけれど、この乗ってアクセルを踏んだ人にしかわからないこの操ってる、そして自分に応えてくれてる、それを美声で応えてくれてるっていう官能性、これもあって、しかもそれがマセラティっていつの時代も変わってないんですね。そう思いますね。でも乗りやすいっていうのもあってですね、はい、私コンビニ行く時もこの車で行きますし、保育園の送り迎えなんかもこの車でやってます。お子様がいらっしゃって、はい、これにタイガさん運転し、はい、隣にお子さんがいらっしゃるんですね。そうですね、ジュニアシートをつけて、なんと素敵な体験。保育園の先生もびっくりじゃないですか、これで登園してたら。ちょっと驚かれてましたね。そうですよね。そしてまたこのほのかに香るガソリン、ごめんなさい、ほのかじゃないですよね、結構香ってますよね。結構香りますよねガソリンの香りすごい。ガソリン臭い。でもこの排気の匂いもすごい、ちょっとオイルの香りもする、はい、でこの音と混ざってなんかだんだん僕もこういい意味で酔ってきてるというか、脳がふわーっとした気持ちになってますけれども、大丈夫ですかねこれ。大丈夫ですそしてこのハンドルを切って車が曲がっていく感じもそうなんですけれども、はい、ものすごく一体感がありますよね。はい、
どこかが遅れてついてくるんじゃなくて、切ったら本当にスッと鼻先が変わってリアも一緒についてきてるというか、同時にこれエンジンフロントにありますけれども、どことなくミドシップカーのような感じというか、自分たちこの横の直線を中心に車がスッとピボットしていく感じ、この感覚の気持ちよさっていうのもありますよね。そうですね。50年前にこの感覚を作られてたっていうのは、まさにマセラティの技術力を感じますね。ですよね、そこにこのブレーキだったり、他はステアリングだったり、そこにクラッチだったり、シトロエンの技術も混ざっているって、とっても不思議な感覚に陥る車ですね。そうです。それでタイガさん、この車1台だけってわけじゃないですよね。そうですね。他にどんな車をお持ちなんですか？他にはシトロエンの SM を持ってます。待って、シトロエンの力が融合されたマセラティに惚れてたとおっしゃいましたが、そもそもシトロエンの愛好家でもあられると。そうです。もともとマセラティが好きだったんですけれども、とあるきっかけでシトロエンを譲っていただくことになりまして、そこからシトロエンの魅力にもハマって、シトロエンとマセラティがコラボした車があるんだっていうことを知って、そこからこの掛け合わせの車に興味があって欲しくなった形ですね。入り口はまさかのマセラティではなくシトロエンの方だったんですね。そうですね。他には何をお持ちなんですか？他には、あとフェラーリの F430 ですとか、おやおや、ちょっと様子がおかしくなってきましたね。アストンマーチンのラピードですとかを持ってます。非常に特殊な人であるというのは、このマセラティカムシンを持ってるっていう時点でもそうだし、他にもシトロエン SM を持ってるっていう時点でもそうですけれども、 F430 のスパイダーとアストンマーティンのラピードも持っていると。とはいえ不思議なのは、34歳35歳になろうとしているタイガさんが、いかにしてこのカムシンを知り、そしてきっと入手もそれは数が少ないっていう意味で困難だったと思うし、もちろん金額もね含めて困難な部分たくさんあったと思うんですけれども、事実としてこれを乗り越えられたと、非常に興味があるというか、このいわば変態男はどのようにしてカムシンを手に入れられたのかっていうのを、ちょっとこの後聞かせていただいてもよろしいでしょうか。ぜひお願いいたします。いやー、本当にね、なんだろう、イメージもつかなかったし、同時に乗ってなんとなく持ってたイメージとまた違ったっていう感じもあって、ものすごく貴重でかつ不思議な体験になりました。乗るとまた印象が変わる車ですよね。で、試乗の途中におっしゃってた、他にもシトロエン SM をお持ちで、かつフェラーリの430スパイダーをお持ちで、そしてアストンマーチンですね、もうお持ちでって、なんだろう、すごい成功者、イケイケっていうイメージを抱いちゃいました。実はそんなことは全然なくってですね、結構追い込んでます。追い込んでますか？めちゃくちゃ気になるな、同世代としても。タイガさんの人生で車と出会った、あるいはこの趣味の世界の車と出会った始まりのことって覚えてますか？何度かありまして、もともと小さい頃から車が好きだったんですけれども、マセラティを好きになる一つのきっかけは、中学生の頃、好きだった女の子が、マセラティで送り迎えをしてもらってたんです。めちゃかっこいい。めちゃめちゃかっこいいですよね。その時のマセラティはちなみに何だったんですか？5代目のクワトロポルテでした。後ろから降りてきてたんですか？そうです。それを見て、マセラティっていう車があるんだっていうことを初めて知って、そこからもうずっと社会人になるまでマセラティにずっと乗りたいって思ってました。きっかけはそれでした。
強烈な思い出ですね。本当にそうですね。未だに覚えてます。ってことはお父様やお母様が車好きで、その車好きの世界で育ってきたっていう感覚とは違うんですか？全くそうではなくてですね、家にはもう国産車ばっかでした。はい、趣味性の高い国産車とかでもなく、本当に一般的な国産車ばっかりでした。もうじゃあその国産車ファミリーの中でそこで輸入車に入れ替わるみたいなことはなかったんですか？一度ありまして、確か中学生ぐらいの頃だったと思うんですけれども、父が母の車をとある輸入車に変えようとしたことがあったんですけれども、母は壊れる車がすごい苦手なようで、もうその場で泣いて父に「お願いだから国産車がいい」って言ったような形で懇願していて、ですかさずそのディーラーの方もすっと国産車のカタログに変えて、もううちに輸入車が来ることはないんだっていうのをそれも未だに覚えてますね。別の意味でタイガーさんも涙したわけですね。涙しました。あ、もう自分で買うしかないんだっていうのをその時に痛感しましたね。ディーラーのセールスのお兄さんも、そこで輸入車のカタログからスッと変わってましたね。悲しかったですじゃあ女の子のお家のマセラティと、自分家の国産車と、いろんなことがないまぜになって、どんどん輸入車への憧れとか欲が大人になるにつれて、高まっていったっていう感じですね。そうですね。免許を取ったのは？免許を取ったのは18歳の時です。18歳。車買えるようになるわけですよね。初めての車って、そんなタイガさんは何を選んだんですか？私一番最初に買った車は社会人になってからなんですけれども、アウディの A6 を中古で買いました。確か100万ぐらいだったと思います。でもずっとマセラティに乗りたいっていう気持ちがありまして、でたまたまその車に乗っていた時に、とあるお友達と出会いまして、そのお友達は古いランドローバーのディフェンダーに乗ってたんですけれども、その子が古い車に乗ってるというか好きな車に乗ってるんだったら、僕も本当に好きな車に乗りたいと思って、でマセラティの430っていう古いのがあるんですけれども、そこからどんどんハマっていった感じです。いきなりマセラティ430に行くって結構勇気がいったんじゃないですか？それよく言われるんですけれども、もうその頃、その430を買った頃っていうのはもうエンジンオイルに粘土があるっていうことも知らないレベルだったんです。でマセラティが好きと言いつつも、僕の頭の中ではその5代目のクワトロポルテぐらいまでがマセラティだと思ってたので、430ですとかビトゥルボっていうシリーズがあることも知らなかったんです。知らなかったがゆえに飛び込めたっていうのがあります。そうか、知りすぎてると、特に中でも430ってね、やっぱり事実かどうかは置いておいて、壊れる車っていうイメージを持ってる方多くいらっしゃいますよね。そうですね。お友達の車屋さんで、お友達は車屋さんでいらっしゃる？そうです。お友達のお母さんの車屋さんで買ったんですけれども、もう見た瞬間格好に惚れて、で買ったんですが、買ってから家に帰ってからその車のことを調べたんです。すごい。そんな430の買い方をする人って、日本でも有数ですね。かもしれないですねでじゃあその車が納車されました。いざ430を購入して、家に帰って、ネットで検索したり調べました。そしたらですね、出てくるワードが絶対に買ってはいけない車だとか世界一壊れるですとか、とある方はマセラティのビトゥルボのブログを書いてたんですけれども、もう年単位で故障ばっかりのブログで、なんかネタに尽きないような記事も散見されてて、とんでもない車を買ってしまったんだなと布団の中で怯えてました。震え上がりますね。震えました。実際どうでしたか？
めちゃくちゃ壊れました。やっぱり壊れたんですか？はい。どれぐらいの期間乗られたんですか2年ほど乗ったと思います。はい。どんなところが壊れましたか？まあ、一般軽いものから言いますと、はい、走行中に窓が開かなくなって上がってこなくなるですとか、オルタネーターが故障をして、はい、行った先の温泉地で帰れなくなったりですとか、スーパーにお買い物行って帰ってきた時に地下駐車場で冷却水が下血してたりですとか、なんか一通りは経験させてもらいました。一通りですね。はい。でまあでもそれをちゃんと直してはい、2年間乗り続けたわけですね。そうですね。はい。そんな大我さんが次に選ぶ車って何なんですか？やっぱり当時中学生の時に憧れた5代目のクワトロポルテに乗ってみたいと思って、はい、クワトロポルテに乗りました。マセラティ2代目ですね。そうです。次に買った車がマセラティクワトロポルテ、はい、5代目、はい、ついに大好きだった女の子の家が乗ってた憧れの車を手にしたわけですね。そうですね。430ほど壊れないにしてもやっぱり維持費という面では結構頑張らなきゃいけないですよね。そうですね。やっぱりその車も窓が落ちたりですとか、はい、ちょこちょことしたトラブルはありました。ふと思うんですけど、その時大我さんって社会人何年目？それが社会人4年目5年目ぐらいだったと思います。4年目5年目でそんなに維持費のかかる、はい、イタリアの車を所有するって、はい、すごく大変じゃないですか？そうですね。クワトロポルテの時はあまり壊れなかったので、はい、まあ全然良かったんですけれども、はい、それこそ430は新卒1年目の時だったもんですから、はい、まあお給料も少ないわけじゃないですか、はい、ですので本当に修理費を捻出するために、はい、今だからこそ言えるんですけれども、はい、こっそり休みにアルバイトをして、はいはい、修理費を捻出したりですとか、はい、っていうことをやってたりしました。まあ、僕の話もさせていただくと、はい、やっぱり社会人1年目の時に、はい、もちろんいろんな先輩やご恩のある方の助けがあってやっぱり頭金なしの鬼ローンを組んで僕はポルシェの911の996型ね買ったんだけれど僕やっぱ実家からご飯送ってもらってましたもんね。僕もいろいろ送ってもらってました親にも助けられました、ね、はい。そして10年前って僕たちね430と996で夜な夜な遊んだりしてたけれどもその時は一言もそんなこと言えなかったですね。そう結構パンパンに乗ってるみたいな今だから言えることってありますよね。そして周りの方が支えてくれてるおかげで乗れてたんだっていうのをものすごく実感しますよね。痛感しますよね。それからマセラティ2台来て次ってどんな車選ばれたんですか？はい、その次はマセラティのグランスポーツスパイダー、ニザのモデルに乗り換えました。やっぱりマセラティと来ましたね。そうですね。やはりそのマセラティの世界観がすごいハマってですね、そこからはもうほぼほぼマセラティを乗り継いでいくようなそうなんですね形でした。はい。グランスポーツってどれぐらい乗られたんですか？1週間でしたね。どういうこと？納車されて1週間で、はい、直進中に車が突っ込んでくる事故に遭っちゃいまして、はい、大きな事故で廃車になってしまったんです。はい。お怪我はなかったんですか？一応救急車で運ばれるっていうことがあったんですけれども、はい、それほど大きな怪我はしなかったんですけれども、やはりその心理的なダメージの方が大きかったですよね。頑張って買った車が1週間でなくなっちゃうっていう、で結構その車前のオーナーさんが大事にされていた車で、前のオーナーさんがナンバー703だったので、僕はナオミと名付けて、呼んでたんですけれども、1週間でナオミが
お亡くなりになるっていう、はい、そんな衝撃的な、はい、事故を経験して、はい、はい、それぐらいショッキングなことが起こると、はい、やっぱり価値観とかも変わっていくもんなんですかね。そうですね、今まで大きな事故ですとか全く経験したことなかったんですけれども、そこでガラッと気持ちが吹っ切れたと言いますか、はい、というのがありまして、もともとその仕事において独立をしたいと思ってたんですけれども、もともとどういうお仕事されてたんでしたっけ？はい、もともと建築系の仕事をしてます。はいはい、でやはりその独立される方も多い中で、はい、私も独立したいとずっと思ってて、でもなかなか踏ん切りがつかずっていうのがあったんですけれども、そこでもうなんかいろいろといつ死ぬか分かんないんだなと、人っていつ死ぬか分かんないんだっていうのをちょっと実感して、はいはい、そこでそこから体が回復した後に独立したっていう形になります。はい、その独立する時っていうのはご結婚ってされてたんですか？結婚する直前の時でした。じゃあいろんなことが変わっていったタイミングですね。そうですね。そしてお話を伺うと独立も突発的といいますか、はい、いろんな準備をしてこれから先の見通しがついて独立するっていう感じじゃないですね。そうですね、もう本当にスパッといろんなものを切って独立したっていう形でした。それぐらいやっぱり大きな出来事だったわけですね。衝撃的でしたね。同時に独立した瞬間に押し寄せてくる不安みたいなのもあると思うんですけど。はい、もう最初はそうでした。何も言ってしまったら準備をせずに切り替えて独立をしたので、はい、最初は全然仕事もなかったですし、はい、1年目は本当になんか寝るのが仕事ぐらいなそんな感じのスタートでした。ね、建築関係で独立しましたって言っても、はい、そこからじゃあお願いってなるわけではないですね。そうですね。口コミでどんどん喜んでいただいて広がっていったっていう形になります。本当に感謝してます。でそこから今ご所有されてるシトロエンの SM やフェラーリの430スパイダー、そしてアストンマーティンのラピードとつながってくるわけですけれども、はい、どういった流れで今に至ったかっていうのは、はい、同世代としてもすごく気になります。そうですね、独立したのもそうでしたけれども、はい、後先を考えない人間でして、はい、とりあえずもう買えるんだったらローンを組んででも車を買ってしまう。先に買っちゃうんですね。そうです。お客様が広がってきた、売り上げが上がった、はい、じゃあ買うかではないと。そうじゃなくてですね、はい、もう先にもう買ってしまって維持させるために場所山のように働くっていう、そういう生活スタイルだと思います。かなり追い込んでますね。そうですね。なのでなんて言うんでしょう、贅沢やってんなとか、はいはい、そうではなくてですね、あえて本当に追い込んで自分を窮地に立たせてなんとか必死こいて仕事をするっていう、そういうスタンスです。でもそれってめちゃくちゃ怖くないですか？めちゃくちゃ怖いですよね。でもやってることって若い時と一緒じゃないですか？伺いながら思いました。あの時にも、430に乗った時も先に買っちゃって追い込みましたね。追い込みました。それを今もやってますね。はい。それに比べてなんか僕ちょっと守りに入ってるかもしれないって自分が覚えてきました。だんだん年を重ねていくと守るべきものが増えてくるじゃないですか。はい、それこそ家族だったり、ね、会社やってますと社員のことだったり、はい、っていうのはあると思うんですけれども、やっぱりいろいろと挑戦をしていかないと何も始まらないじゃないですか。はいはい、だからあえて自分を窮地に立たせて追い込んでなんとかかんとか必死に食らいついてやってっておるっていう、そんな状況ですね。かっこいいな。ありがとうございます。生き切ってますね。生き切ってますか？生き切ってますよ。本当にこの常識からある意味外れて、自分で全部責任も負ってでも攻め続けていくっていうこの姿勢、はい、同年代としても本当にかっこいいなっていうふうに思います。ありがとうございます。追い込みますね。
追い込んでなんぼじゃないですか。全然足りないわ。で、その流れ、追い込み、行き切りで、この車もやってきたわけですね。そうです。マセラティカムシンって、はい。今買うとおいくらですか？大体2000万前後でしょうか。そうですよね。はい。とっても高いお買い物だと思うんですけれども、一体この車をどのようにして引き寄せていったのかっていうのをちょっと聞かせてください。はい。そしてね、再びカムシンの中に戻ってきました。この車の中でいかにしてこの車を購入したのかっていうのを伺いたいなと思うんですけれども。はい。これもともと個人売買で買った車でして、はい、私の前のオーナーさんが10年近く持ってらっしゃった車です。ずっとカムシンも欲しかったんですか？そうですね。ちょうど独立したぐらいの頃にカムシンっていう車の存在を知って、そこからずっと欲しいなと思ってですね、かれこれどうですかね、3年ぐらいオーナーさんにもう会うたびにカムシン譲ってくださいっていう話と、まさにこの車の前のオーナーさんに。そうですね、もう足の裏まで舐めるぐらいに懇願をして3年越しに譲っていただきました。はい、それぐらいカムシンが欲しいってどういった理由だったんですか？はい、もともとその独立を しようとした時、車がなかったんですよ。車がなかった時にたまたまその顧問の税理士の先生がシトロエンを貸してくださったんです。はい、その方もじゃあお好きな方なんですね。そうなんです。シトロエンの C6 を当時、しばらく乗ってていいよっていうことで借りて乗ってたんですけれども、その時にシトロエンの魅力にも少し気づいたというかハマってしまって、でこのカムシンっていう車はマセラティの車なんですけれども、ところどころにそのシトロエンの油圧のシステムだとかが装備されててですね、もともと好きだったマセラティと好きになったシトロエンの相掛けの車ってどんな車なんだろうっていう、そこから強い興味を持ってですね、欲しくなったのがきっかけですね。大好きなブランドとブランドのもうダブルネームですもんね。はい、そんな車なかなかないじゃないですか。ないです。はい。でこの個体をどこかで見つけたってことですか？そうです。もともと430に乗っていた時に、カムシンに乗ってらっしゃる方がいるよっていうので、紹介をしていただいててですね、もともと知ってらっしゃる方がお持ちでした。はい、そろそろ手放そうかななんていうお話があったもんですから、もうそこからはもう必死に頼み込む日々ですよね。もう向こうの方もオーナーさんも呆れてたと思います。はい。どうしても欲しかった。どうしても欲しかったです。この個体じゃなきゃっていう部分もあったんですか？はい。この個体は前期型になるんですけれども、前期型ってもともと430台の生産のうちの150台程度しかないんです。でなおかつこのマセラティっぽい外装色、色ですね。この色ってね、今日1日かけて見てますけど、本当に見るたびにうっとりしますよね。すごく綺麗ですよね。でついにその前のオーナーさんが譲ってあげてもいいよっていう日が訪れたと。そうなんです。どんな気持ちでしたか？正直今って思いました。そんなに懇願してたけれども、実際いざ来るとなると、自分が思ってたタイミングよりも早くってですねやっぱりそこも追い込みが必要になってくるわけですね。そうです。物が先に来ると。そうです。急にもっと先のことかなと思ってたんですけれども、自分が思ってたよりもだいぶ早いタイミングだったもんですから、自分が持っている車なんかも数台売却をして2000万円を
一気に必要とするタイミングですからね。そうですね。実際そのまあ個人売買で譲っていただいたので、そんなに金額はしてないんですけれども、相場からすると、そうです。とはいえでもですよね。そうなんです。譲っていただくとなってからもうあらゆるってほどじゃないですけれども、自分の車を売り払って、なんとかその頭金を作って、でローンを申し込んだらなんとかギリギリ通ったので、それでもうそこからまた馬車馬の日々が始まるわけですよね。追い込むな。購入されてから今日に至るまでどれぐらいの月日経ったんですか？もう3年ほど経つと思います。その3年間はどういう乗り方をしてるんですか？はい、仕事で使う時もありますし、もうそれこそ普段乗りから旅行行く時ですとか、いろんな場面で乗ってますね。壊れますか？壊れます。はい。3年間月日が経って、整備工場に入庫してた時期って、3年分のどれぐらいですか？1年半ぐらいは入院してましたね。それこそ去年は1年いなかったです。もう1年っていうのも積み重ねの1年じゃなくって、まるっと1年いなかったです。はい。寂しかったですね。寂しいですよね。買った車が1年以上いないって想像できない寂しさですよね。そうですね。で、僕もつい楽しくなって月に4000キロぐらいですとか、走ってしまうのもあって、ちょっと酷使しすぎたっていうのもあってですね、去年はいろんなところからオイルが漏れまして、それを直すのに約1年かかりました。他にはどんなところが壊れたりするんですか？他にはですね、キャブレターももともと前のオーナーさんがすごい丁寧に維持をしてくださってたんですけれども、やはりキャブレターの調子がちょっとおかしかったりですとか、経年劣化で朽ちていく部分もあってですね、電装系がちょっと弱かったり、マイナートラブルは多いですね。それをじゃあ一個一個潰しながら。そうです。かといって一個一個潰したからって全部終わりってなることはなさそうですよね。そうですね。もう終わりがない。でも逆にそれがなんか楽しみと言いますか、もう直しながら壊れたら直せばいいっていう、そんなスタンスで乗ってます。その境地に到達したわけですね。そうですね。そんなタイガさんはもう車いらないんですか？それともまだ欲しいとか、もっと追い込んでいきたいみたいな感覚ってあるんですか？大学生の時に、大学4年生の時だったんですけれども、当時マセラティが100周年を記念してモストロという車を世界限定5台で出したんです。もう今でも鮮明に覚えてるんですけれども、それが出るっていうのを見た時に、いつかこんな車に乗ってみたいっていう思いがありまして、なんか嫌な予感するぞ。でたまたま日本にもあるんですけれども、その5台のうち1台は日本にあるんですか？あります。そのオーナーさんともたまたまご縁あって出会うことができたもんですから、出会っちゃってるじゃないですか。またもやびっくりですよね。引き寄せますね、あなた。本当にご縁に助けていただいて、っていうことがあってですね。で実際にそのモストロも見せていただいたんです。なのでもし許していただけるのであれば、ぜひ次はモストロに生きてるうちに一回モストロを所有してみたいなっていう、そんな夢があります。もう次こそ長いスパンでね。そうですね。でもそうこうしてるとまた思いのほか早く来る可能性ありますからね。でも
なんかこの今日タイガさんと話して本当にこの車に対して追い込んでいく姿勢、そしてそれを仕事でも結果を出し続ける姿勢、こういうのを目の当たりにすると、たった世界に5台しかない車が、そして日本に1台しかない車が、ひょっとしたらタイガさんの愛車に加わるかもしれないと。それが全く非現実的なことじゃないのかもしれないというふうに思えてきました。これからも追い込んでそれを叶えたいなと思います。そうですね。はい。いや本当に今日はたくさんのお話を伺いましたし、やっぱり攻めなきゃな、あるいは攻めてる人ってかっこいいな、そして私自身も、あるいはテレビの向こうの皆様も、この攻め方っていうところに果たして俺今どうなんだろうって思う人もいらっしゃるような気がしました。いいかどうかは別ですよ。じゃあいつもの質問を最後車の外でさせていただければというふうに思います。はい。さあ今日は一日いろんなお話を聞かせていただいてありがとうございました。ありがとうございました。いつもの質問にはなりますが、はい。まず一つ目、このマセラティカムシン100点満点中何点ですか？ズバリ100点です。100点。はい。その理由は？もう唯一無二の車ですよね、これに変わる車はないと思います。そうですね、はい、間違いない。タイガさんにとってはどんな存在ですか？自分自身を鼓舞してくれる存在だと思います。なんか楽しい、気分が楽しい時に乗ってても楽しいですし、悲しい時に乗ってる時は逆になんか勇気づけてくれるような、そんななんかメンター的な感じの車かなって思ってます。なかなかそんな車ってないですよね。そうですね。そしてそんなマセラティカムシン、はい、これからも乗り続けますか？可能な限り乗り続けたいと思います。先ほどおっしゃってたように、本当に一度手放してしまったらもう次手に入るタイミングなんてちょっと簡単には想像できない時代になってきましたよね。そうですよね。だからこそ頑張ってなんとか維持をしていきたいなっていうふうに思ってます。ありがとうございます。そして本日ご出演していただいたささやかなお礼として、ボーイズ&ウィールズ特製のステッカー、出演者のみにお渡しさせていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい。いやー、今日は一日タイガさんからお話を伺って、やっぱりもっと攻めなきゃな、いつの間にか守るものなんて大してないのにちょっとなんか守りのゾーンに入ってた自分に気づかされましたし、きっとテレビの向こうの皆さんにも、あ、まだまだこんなにタイガさんのように攻めていいんだと勇気づけられた人もいるんじゃないかなというふうに思いました。ありがとうございます。ただ一歩間違えるとこの車みたいに破滅するので気をつけてはい、ね、これからも頑張っていきたいですね。はい、はい、じゃあ良い子のみんなは真似をしないようにしましょうということで、本日もボーイズ&ウィールズ最後までご覧いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。